ここはバハマの沿岸、子供のレモンザメがありえない捕食者から逃げています。追っているのは同じレモンザメの成魚です。17匹兄弟の半数はすでに彼らに食べられました。彼女も今まさに犠牲者の仲間入りをしそうです。しかし先輩ザメが迫ってきた瞬間、彼女は海中にある木の根っこの茂みに姿を消しました。そこはマングローブの森の避難所です。普段森からサメの住処をあまり思い浮かべないでしょうが、地球の表面の約420万平方キロの広さが多様な海洋森林に覆われており、世界中に生息するサメの 35% に餌と避難所を提供しています。狙われたら最後のイタチザメは海藻の茂みに潜み、ジュゴンやウミガメに襲いかかる時を待ちます。高さ65メートルに及ぶ昆布の森ではシロザメがアザラシを捕らえます。そしてレモンザメはマングローブの森で獲物を追い詰めます。マングローブは海に生息する唯一の木です。どんな生態系でも独特な特徴を持つものですが、最も独特なのがマングローブと言えるかもしれません。根っこや樹幹の間に生き物を宿し、マングローブは陸と海をつなぐ必要不可欠な架け橋となっています。この2つの世界の間で生き延びながら、異なるマングローブの種は様々に進化し、自らや住人であるサメを守る多様な適応を遂げているのです。沿岸地帯のぬかるんだ土壌に根付くのは至難の業です。そこでマングローブの種は母樹に付着し発芽します。自力で十分に生きられるほどに成長すると、海流に乗って移動し始めます。ほとんどは近場に根付きますが、数ヶ月かけて移動し、別の場所に根付くものもあります。ひとたび根付くと、細長い筑波上根や松葉杖のような支柱根、または波状の板根を形成して不安定な土壌に定着します。無事根付いたマングローブは次なる2つの困難に遭遇します。海水には脱水作用や有毒となりうる塩分が多く含まれていること、そして泥にはほとんど酸素が含まれていないことです。この困難の組み合わせはほとんどの木には致命的ですが、マングローブは湿地帯環境を最大限に活用します。根っこを完全に水底に埋もれさせるのではなく、その大部分を海底より上に形成するのです。こうすることで、干潮時には根の表面の微小な穴が酸素を取り込み、満潮時には穴を閉じて防水シールとなります。また多くのマングローブがシュノーケル状の根っこを形成し、同様の仕組みで酸素を取り込むか、光合成を行って直接酸素を生成します。塩分の侵入を防ぐために非常に細かいフィルターを根っこに持つマングローブや、樹皮や落葉前の葉っぱの特殊な細胞区画の内部に塩分を集め落脱させるものもあります。中には特殊な塩類腺を通して余分なミネラルを排泄するものもあります。これらの作用によりマングローブは少なからず塩分を含んでいますが、その隅々にまで沿岸の生き物が住み着いています。枝には鳥が巣を作る傍ら、不規則に広がる複雑な根茎には魚が卵を産みつけます。共生関係にある海綿やホヤは木が大好物の食いしん坊な甲殻類からマングローブを守っています。カニ、巻き貝、エビは藻類、ムール貝、フジツボや塩分を含んだマングローブの残骸を食べます。これらの生き物は次は魚の餌となり、その魚は根っこの間をうろつく小ザメの餌になります。彼らは時々海藻も食べます。サメは単に海の森から恩恵を受けるだけではなく、マングローブの森の生き物をつなげる接着剤の役割を担っています。海藻を食べ過ぎてしまう生き物の数を制限しているのです。海洋森林が小ザメに避難所を提供しているように、小ザメたちは成長すると海洋森林を守るのです。残念なことにこの微妙なバランスは危機に瀕しています。乱獲により世界のサメの個体数が減少し、多くの海洋森林が汚染されたり、沿岸開発のために伐採されたりします。伐採のような自然破壊はとりわけ危険です。海洋森林は気候変動を緩和する最も重要な生態系の一つだからです。マングローブと海藻は二酸化炭素を根っこの間に閉じ込め、成長の早い昆布は大量の二酸化炭素を深海へ送り込んでいます。
合わせると海の森は毎年約3億1000万トンの二酸化炭素を吸収しており、全世界で1年間に排出される二酸化炭素の 3% に相当します。ですから私たちはマングローブに住むサメと同様、この重要な生態系を守るため徹底的に努力する必要があります。サメが苦手の方はクマムシが出てくるまでお待ちください。この小さな生き物は非常にタフで、水がなくても何十年も生きられます。この動画で詳しくご紹介します。あるいはまたこの動画で地球の多様な生態系を探り、生態系が健全に存続できる理由を探ってください。